はい、こんにちは。今日はですね、こいつノート PC で使う用のマウスが欲しいなと思ったんで、MacBook なんですけど、それ用のマウスを買ってみました。HP のやつやねんけど、これをレビューしたいと思います。もともとロジクールさんの Bluetooth のやつ使ってたんですよ。M590 っていうやつなんですね。触った感じふわふわと柔らかい感じで、さすがのロジクールさんっていう感じで結構使いやすいやつなんですけども、廃盤になったのかな、めちゃくちゃ高くなってるんですよね。買った時もうちょっとで7000円ぐらいやったと思うんですけど、で、こいつ壊れちゃったんですよね。右クリックがむっちゃ効きにくくなって、なんかいろんなレビューとか見ても、どうやらクリックが効きにくくなるっていう報告が他のレビューにもたくさんあったんで、これはもう買わないですね。で、その代わりになるマウスなんですけど、今回購入したのはこの HP さんの商品。Amazon でいろいろマウスを探してたんだけれども、とりあえず条件としては Bluetooth、そしてマルチペアリングですね。最低2台、そして3台接続できたらいいなと思って、その条件で探してみると、なんかデザインめちゃかっこいいこいつに巡り合ったんです。正直マウスのブランドっていうと、なんかロジクールさんじゃないですか。一番品質も安心できるなと思うねんけど、その他いろいろ、三和さんとか、安いやつやったら日本のメーカーとか、あと中華メーカーとかあるけども、ちょっとやっぱり中華まで行くと怖いところはあるよね。でも HP さんってなると、なんとなくもうちょっと安心できるような、マウス専門ではないからわからんけどね。でもこのマウス、なんか Amazon でしか販売してないんだよね。ちょっとそこがね、チャレンジ。今後なんか廃盤とかになって、なんか好景気が出なかったとかなると、また選び直しがめんどくさいっていうリスクはあったんですけども、チャレンジしてみました。なぜなら、見た目がすごいかっこよかったから。Amazon からむっちゃ早かった。半日ぐらいで届きました。マウスケースがね、ついてて、これ結構ありがたいですよね。カバンとかに入れるときにマウスって、結構汚いじゃないですか、触るんでね。で、そのカバンの中にその汚さが広がるのがなんか嫌だなって、ちょっと神経質なとこあるんで、ケースつけてくれてるのはありがたい。あとは説明書とか、電池も裏側の分かりにくいところにありました。大きさはロジクールで言うと、M590 よりもちょっと小さめで、M546 と同じぐらいのサイズかな。裏がなんかちょっと汚かったんで、ちょっとだけ減点。これ Amazon の品質管理が悪いのかな。でも開封してないはずなんだけどね。電池を入れる場所、当て方もなんかかっこいいです。三和さんのやつとかめちゃくちゃ開けにくいやつありますからね。電池は並列なんで、1本立てでも動くから重量を調整することができます。マウスは電池の容量でもね、若干重さ調整できるからね、ここね、ポイントですよね。もっちり感のせいか、しっかりした作りの感じはちょっと半減している感じかな。なんか好み分かれそう。ロジクールのやつと比べると、成形のしっかりさはちょっと劣っていると言わざるを得ないですね。なんていうかニュアンスが難しいですけど、しっかりと作られてる感っていうんですか、それがロジさんに比べてなんか 75% ぐらいのような感じがします。中には USB のコキが入ってて、これを挿すだけで簡単に接続できるんだけど、これを含めて最大3台まで接続っていう形。後ろのボタンを長押ししてペアリングができます。ペアリングは他のマウスとかとやり方同じだから、別に説明書見なくてもできると思う。長押しです。とりあえずMacBook Air につけてみたんですけども、デザイン的にかっこいいから様になってる感じはなんとなくします。中央にあるボタンはこのくるくるの仕様の調整です。硬いカタカタ仕様か抵抗フリーの高速回転。自分は後者の高速回転のストレスフリーのが好きなんだけど、カタカタ仕様ちょっと硬すぎると思う。この感覚嫌いですね。このカタカタ仕様の感覚もなんかちょっと中華のマウスでもあるんじゃないかっていうぐらいな感じで、正直これもロジクールさんには快適さでは劣る。サイドボタンも普通ですね。こいつ値段の割に良かったなって思うのは、マルチペアリングとか多機能なのにチルトついてるんですよ。右左で移動させることができるんだよ。ブラウザ上の微妙な移動とか便利なんだけど、Mac ではね、あんまりこれ使わないんだけど、Windows って結構ね、1画面でね、マルチウィンドウとかやってると結構使います。使いやすさは普通に使う分には、全然問題ない、快適に使えるけども、もっとこだわる人、例えば動画制作とかしてる時にさ、0.1 秒とかでもなんか各なんかオブジェクトを動かしたいじゃん。でそこの 0.1 秒でも早くてこだわる人には、ちょっといまいちな感じも若干ある。というのも各ボタンの品質がやっぱりロジクールさんのやつより劣るイメージです。で、静音クリックなんだけど、クリックがちょっとなんか気持ち深めな感じで、もうちょっと敏感な方が、なんかクリエイティブ作業はありがたいなっていう感じがします。僕、静音あんまり好きじゃないんですけど、最近マウス静音めちゃくちゃ多くないですか？めちゃくちゃ多いですよね。ってことは静音好きな人が多いんですよね。僕なんかクリック感がカチカチある方が、なんか
音で確認できるんですごい使いやすいなっていうイメージあるんですよね。使いやすさにおいては残念ながら M590 の方が一回り上と言わざるを得ないかなと思いました。それでも値段めっちゃ上がってるんで、値段で比較しないとかわいそうですよね。さすがに金額がやっぱ安いから合格点じゃないかなと思います。今この M590 とか同じ世代のやつがなんかどんどん廃盤になってるらしいから、なんかこれと同じような感情ロジクールさんの公的機種がそれっぽいなんか似たようなものがあれば教えてください。品質が一回り劣ってる感じって言ってもめちゃくちゃそこまで劣ってるかっていうようなそこまでの違いは正直ないかなっていう感じ、若干劣ってるかなっていうところで、一番その劣りを感じるのはやっぱ真ん中のこのカチカチホイールですね。硬いバージョン、これはもう良くないですね。クリックはそうでもないんだけど、特にサイドボタンね、このサイドボタンの位置が圧倒的にロジクールさんの方がなんか親指に馴染むところに置いてくれてる。ボタンの品質とかだけじゃなくてなんかデザイン性もあるのかなっていう感じがします。でこのマウスデザインがかなりシンメトリーによりロジクールさんのやつよりも近いからっていう感じなんだけど、人間の手がさシンメトリーじゃないじゃん。こう非対称になってるから普通に考えてこの非対称じゃない手で握るんだからデザインが対称に近いものほど、デザインはあまり良くないよね。デザインがシンメトリーに近ければ近い製品ほど手に馴染むはずがないですよね。やっぱり手に完全に馴染まそうと思うとそこまでねすごいデザインする必要もないと思うんですが、若干左右非対称具合が大きい方がデザイン性は手に馴染むように考えられていると言えるんじゃないでしょうか。公式のアプリが配布されていますので、これをアプリストアからダウンロードしましょう。Mac も Windows も配布されています。アプリ上からは、このマウスの全てのボタンの役割を変更することができます。特にチルトの部分はいらないっていう人がいるかもしれないので、ここのチルトの部分に割り当てたらなんか効率いいようなね、機能があれば教えてください。あとは DPI 設定ですね。マウス動かした時にシュシュシュと動く距離ですね。これをここから制御することもできます。アプリケーションからいろいろ設定をすることはできますが、逆に言うとアプリからしか設定できないということも言えるので、DPI 設定を簡単に切り替えるボタンとかはこのマウスには存在しませんということになります。最後のこのページは多分画面端にマウスポインター持っていって機能する拡張のショートカットを設定できるんだと思うんですけども、なんか割り当てたらめちゃくちゃ便利そうなものがあるかもしれないですね。ただこのアプリケーションめちゃくちゃ評判悪いです。Mac にインストールしようと思うとマウスついてるのに認識してくれないんですね。なぜかアプリが立ち上がらなくて一切使うことができませんでした。iMac で全く使えないんで早くこれ改善してください。ロジクールさんの方が、マウス専門って感じがするし、たくさんユーザーさんからのデータとかも集めていると思うし、なんかすごく研究されてるなっていう感じがしました。圧倒的にその使いやすさを膨大なデータを使って研究した結果、今のロジクールさんの使いやすさが手に馴染みやすさとかがねあるんじゃないかっていうのが再確認できましたね。でもデザイン性は他のどうなんだろうね。日本企業の安いエレコムさんとかバッファローさんとか結構安いじゃないですか。もしかしたらそっちの方がデザイン性はこれよりもいいんじゃないかなと思ったりもします。いわゆるその手に馴染みやすさね、それがちょっと低い感じを僕はしました。でも手に馴染む感覚とか使いやすさってこういうデバイス系はねキーボードとかと同じで人個人のなんか個人差っていうのがあるから、あくまでも一意見として聞いていただけたらなと思っております。でもこの金額4000円ぐらいで買ってマルチペアリング対応しててここまでの品質だったらマジでいいんじゃないかなと思います。三和さんのやつとかでなんかもっと安いねマルチペアリング対応のやつとかあるんですけど、使ってないけどさすがに品質勝てるかどうかやけど一回買ってみてもいいかな今度。三和さんのねマウス見てたんだけどなんかほとんどこの企業はチルトに対応してないみたいだね。使わんかもしらんけどあった方が嬉しいですよね。でもマウスってなんかマウスとかキーボードってやっぱり人間速度に関わってくるじゃないですか。僕いつもこういう考え方しててなんか CPU とかちょっとでも速いもの乗したいとか思うじゃないですか。でもパソコンの速度を若干速くしたところで人間性能が速くないと
全体の速度って上がらないですよね。キーボードの入力とかマウスの操作とかがなんか 0.1 秒でも少しずつ速くしておくことでなんか全体の作業が速くねなるっていう風に考えられると思うので、このデバイスに関しては結構お金出した方がいいんじゃないかなと個人的には思います。確かに他の企業でめちゃくちゃ安いものねたくさんありますが、もしかしたら使いやすいものあるかもしれへんけども、でも多少の予算はね、使ってあげてもマウスはいいんじゃないかなと思います。でそこでこの4000円ぐらいであれば結構手が出しやすい金額なんじゃないかなと思います。今のロジクールさんもう1万円とか言ってるからね、ほとんどさすがにちょっとっていう人も多いと思う。このマウスをおすすめできる人は最低条件として Bluetooth を使いたい、マルチペアリングをしたいっていう人、そしてチルトがついてて嬉しいなって思う人はいいと思う。品質はめちゃくちゃ使いやすいぐらいの感覚は僕は持てませんでした。残念ながらやっぱり M590 に触った感覚もちょっと似ているんだけども、全体的なボタンもデザインも手に馴染みやすさも全て一回り踊ってるような感じがしましたが、そこまでの大きな差はありません。比べてみるとただロジさんの方が確実に使いやすいなっていう感覚を持ってしまいます。僕の中ではこの M590 はロジクールさんの中ではそんなに使いやすくはなかったんですよね。USB コキでしか接続できないやつだけど M546 これがむちゃくちゃ使いやすかったですね。今この紹介してるマウス全部比較的小さいんですけど、僕の手がちょっと小さいっていうのもあるんで、もしかしたら一般の男性もちょっと大きいね手の人はちょっと小さすぎるっていう感覚を持つかもしれません。そしてあとは価格的なことを考えると M590 はちょっと1万円近いのはそこまで予算出せないけどもそこそこいいのっていう予算の人にはいい感じの価格帯の商品かなと思います。この条件を満たすんであれば正直ほとんどの人は満足できる製品なんじゃないかなと思いました。ちょっとロジクールさんの値段が高いやつと比べて辛めの評価してますからね。改善してほしいとこはやっぱりスクロールのカチカチバージョンだね。これ良くないと僕はちょっと思うんですけど、どうだろう。抵抗がちょっと強いんでもうちょっと柔らかめにしてほしいなと思いました。あとはサイドボタンが若干手になじまないのでもうちょっと場所と品質の向上をお願いします。これよりも安いねなんか中途半端な中華メーカーのやつとかでチャレンジするよりはもう絶対こっち買った方がいいと思う。正直なんか他のバッファローソのやつとかもなんか買ったりとかしてみたんですけども、それに比べるとだいぶ使いやすいと思うし、あとHP さんのマウスどうかなっていう初チャレンジやってんけども、メーカーとかもね安心できるっていう感じなんで値段に対しての品質も合格点やと思うから、そう考えると全体的にはかなりいい製品かなと思います。これ案件とかステマじゃないですよ基本やらないんで言っとかないとね、なんか最近ステマねなんか法律変わったらしいから疑われちゃいますからね。今回全体的にレビューで世界ナンバーワンのマウスメーカーである M590 と比較してるから、しかも値段が高いからね、それは品質とかねいろいろ待てちゃうよ、辛口レビューになっちゃうよって感じだけども、全体的にはすごく合格点で、迷ったら買いでいいんじゃないかなと思いました。でももしかしたらエレコムさんのやつとかもなんか安いじゃないですか。4000円出すとエレコムさんの中でもいろいろあると思うから、もしかしたらこれよりも手に馴染むものがあるんじゃないかなっていう、そんな感覚を持つぐらいの品質かな。ということで今日はマウス新しく買ってみたんでレビューしてみました。デザインめちゃくちゃかっこいいから、もう悩んだらこのかっこいいデザインで選んでみてもいいかもしれない。デザインは嘘つかないからね。